ご視聴ありがとうございます。今回は地方私鉄の不思議な建物に迫ります。ホームの上にあるのに入れない時代の流れに翻弄された巨大な建物の正体を解説します。華やかな時代に差す不穏な影とあの名所の運命に注目です。私が今乗っているのは長野県に路線を有する地方私鉄長電こと長野電鉄の下り列車です。同社の路線は長野駅を起点に 33.2 キロ先の湯田中までを結んでいます。かつては複数の路線を抱えていた長電ですが、現在の営業線はこの1本のみ。路線の成り立ちの関係から3分割されていた名称は2002年に長野線に統合されています。かつて存在した木島線は2002年4月、八代線は12年4月に廃線になりました。以前別の動画でご紹介したこの地下区間、起点を含めて4駅あり、2キロにわたって続きます。今回ご紹介するのが、この地下区間を抜けて最初にある駅、本郷駅です。と言っても、日中に運行されるA特急は、この駅には止まりません。速度制限を受けることもなく、あっさりと通過です。ご視聴ありがとうございます。下り方からのカットがこちらです。線路とホームの上には、地方私鉄の一中間駅にしては大きな建物が。登り方を見ていきます。張り替えられた駅名板に待合室。時刻表も新しいもので、それなりに整備されているのがわかります。登り方の踏切から見た様子がこちら。そしてこの建物、上りホームから上がることはできません。右下には長野電鉄本郷駅の切り文字があるものの、駅舎ではないらしく、ホームは踏切からスロープで繋がっています。そして左側には、本郷ステーションデパートの文字が。ただし下りホームからも、建物には入れません。左手、駅名の入った看板の裏にあるのは、多目的トイレを含むトイレが入った建屋。トイレは真新しく、ベビーベッドもあり、設備は充実しています。上りホームと同じく、ホームまではスロープで繋がっているものの、その先にある階段を使って建物に入ることはできません。乗客は入れない大きな建物の正体と、その裏にある歴史とは、一体何なのでしょうか。このステーションデパートが完成したのは、1969年、昭和44年3月。当時日本は好景気で、66年4月のダイヤ改正では、朝に信州中野から長野への直通列車を運転して混雑緩和を図り、67年10月改正では長野旭間の折り返し列車が増やされ、当時の木島線直通特急も復活。また、同年2月と11月には 0KOS カーが2両ずつ新造され、20メートル4ドアという、地方私鉄としては破格の規格で4両編成を蘇生し、朝ラッシュの輸送に貢献しました。この頃長野市内、そして長電が走る長野駅の北でも、住宅の造成が進みます。地形の関係上、本郷駅を中心とした地区の人口が増え、駅の乗降客数も増加の一途をたどっていましたが、当時の駅舎は73平方メートルしかなく、受け皿としては小さいものでした。そのため長電は駅の全面改良に踏み切り、新しい橋上駅舎の建設が決まります。将来のことを考え、駅舎には賃貸テナントを入れることにし、ステーションデパートと銘打った建物になりました。そして橋上駅舎は、当時の長野県で初めてでした。68年10月に工事が始まり、翌年3月に竣工、3月29日から営業を開始したこの建物、建築面積は延べ2320平方メートルで、旧駅舎のおよそ31倍、店舗部分にはスーパーなど12店舗が入居しました。72年3月改正では、長野湯田中間の特急が増発され、日中の30分間隔運転が始まったのをきっかけに、特急の停車駅が、隣の善光寺下から本郷に移されました。ただしこの建物、すでにお分かりの通り、今では乗客は入れません。完成から50年近くになり、建物の老朽化が進む中、テナントの退去も続いていました。2019年から、上り方の踏切と上下線のホームを直結するスロープが順次作られ、2020年には駅舎を経由する必要がなくなりました。その後、21年7月には、線内の複数の駅と合わせ、駅自体が終日無人駅になっています。下から見ると、かつて階段が繋がっていた場所を塞いだ跡がよくわかります。時代の流れとともにその役割を終えたステーションデパートですが、
実は長電の旅客数自体は、モータリゼーションの進展などを背景に、ステーションデパートができた頃を境に減少に転じていました。運賃値上げの一方で合理化が行われ、68年4月以降、乗降客数の少ない駅の無人化を進め、一方で自動券売機を導入。並行して列車による荷物取扱いを廃止、取扱量の少ない駅では荷物営業自体を廃止。70年9月には、長野線の貨物列車が姿を消しました。0系 OS カーのマイナーチェンジ版、10系 OS カー2両が、長野駅周辺の地下化に伴う不燃化対策のために80年に新造されましたが、長電の自社発注車両はこれが最後でした。0系と10系をさらに製造する構想もあったものの、コストや利用者数の減少を踏まえて中止され、これ以降は他社からの中古車両になっています。97年の0系 OS カー引退後、長電最大の輸送量を誇った10系 OS カーですが、その最後はあっけないものでした。木島線の廃線などで3500系が余剰になり、そちらに統一することで合理化ができることから、製造から20年程度の2003年にあえなく引退、その後解体されています。現在、全線の列車本数は当時よりも減っており、旭駅折り返し列車もなくなり、折り返し線も撤去されているなど、輸送量には陰りが見えています。一方、2020年に役目を終えたステーションデパートですが、もともと駅舎だったことから、建物内にはまだ使用されている部分があるようで、夜には電気がついています。解体するのにもお金と時間がかかりますから、建物自体はしばらくは残るようです。ご視聴ありがとうございました。